今日はニンニクもバジルも香りもの一切入らないです。なのでここで最初オイルを入れる理由がないんです。汁気が入ってない場合はですね、ざるで切る必要なくてこのまま入れちゃった方が茹で汁も一緒に入るのでパスタ仕上げやすくなります。はい、こんにちは、シェフのハブユーです。今日はホールトマトとカットトマトの違いを解説していきます。はい、それでは材料紹介です。ホールトマト、カットトマト、スパゲッティーニ、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はイタリア料理の基本シリーズということで、スーパーに売ってるホールトマトとカットトマト2種類を使ってシンプルなトマトパスタを作っていきます。皆さんはホールトマトとカットトマトの違いご存知でしょうか？一般的に言われているのはホールトマトっていうのは、濃厚なのでパスタ料理とか煮込み料理に適していると言われています。でカットトマトは味わいが軽いので、時短料理とかスープ料理に適していると言われています。でもちろん間違いではないんですけれど、それだけの情報だと皆さんがスーパーに行った時に、どっちのトマトを選べればいいのってちょっと分かんないところがあると思うので、今日はですねプロの視点で、ホールトマト、カットトマトどういう味わいの違いがあるかとか、そういうところをですね実際に解説しながらやっていきたいと思います。はい、それではまずはこのホールトマト缶とカットトマト缶、このパッケージを見ると分かるんですけど、まずホールトマトっていうのは楕円形のサンマルツァーノ種っていうトマトの品種を使って、でそのままホールのままですねトマトジュースと一緒につけてあるのがこのホールトマトです。でこのカットトマトっていうのはこの絵を見ていくと通常の丸いトマトが描かれているんですけど、調べてみるとですねいろんな品種が混ぜてあったりとかメーカーによって違いがあるので、実際何の品種がどれだけ使われているのかがわからないことが多いです。でこれからですねこのホールトマトとカットトマトを実際に開けて生で味わっていきたいと思います。でこっちがホールトマトです。でこっちがカットトマトで、このホールトマトの方は先ほども言ったんですけど、もうそのままですね皮むいたサンマルツァのトマトがこのゴロッと入ってる状態で、カットトマト、ダイストマトはカットしてあって何のトマトが入ってるか分かんない状態ですね。はい、でホールトマトちょっと実際味見してみます。ちょっとなかなか生で食べることってないと思うので、実際これ食べて確認していきます。で今味見をしてみたんですけど、そもそもサンマルツァーノ種のトマトは、酸味がある酸っぱいトマトなので、この果肉自体はトマトの味はしっかりあるんですけど、酸があるトマトっていう感じです。でこっちのカットトマトでカットトマトの方はですねサンマルツァーのこのホールトマトに比べて酸味が少ないまろやかな味わいがします。なので酸っぱくて酸味がある方がホールトマトで、酸味が少なくまろやかな方がカットトマトで、トマトの風味がどっちがあるかというと、やはりこのホールのまま残ってるので、こっちの方がホールトマトの方が香りは少しあるかなというイメージです。でこの後ですねその特徴も踏まえて、加熱をしてソースを作っていくんですけれど、加熱の仕方が変わってきます。でこっちのホールトマトは酸っぱいので、その酸っぱさを和らげるという加熱方法をしなきゃいけないので、カットトマトよりはやや強めで長めに加熱をして、でこっちのカットトマトの場合はもうすでに酸味が柔らかいトマトになっているので、そんなに強火でガンガン加熱する必要はなくて、ホールトマトよりはカットトマトの方が加熱時間が短いっていうイメージで調理をしていきます。はい、それでは同時にソース作っていきます。で今日は本当にシンプルで同じ材料でやっていきたいので、エクストラバージンオリーブオイルと入るの塩だけです。で通常はオリーブオイルから入れて作るんですが、今日はニンニクもバジルも香りもの一切入らないです。なのでここで最初オイルを入れる理由がないんです。だからこのオリーブオイルはあくまでもエクストラバージンオリーブオイルの今日は香りを大切にしていきたいので最初には入れないです。でホールトマトとカットトマト、ちょっと1缶なんでソース多めになってくるんですけど、今日は比較のやり方なんで
この1貫分でやっていきます。で 400g1 貫分だと、2人前のパスタ作る時にちょうどいいぐらいの量です。でここですでに塩入れちゃいます。で塩入れる時ポイントなのは、もう食材に直接塩を打つみたいな感覚で、表面に塩を打つ、表面に塩を打ちます。で 400g に対してだいたい 1% の塩を入れたいので 4g の塩が入ります。でこの同じ条件で加熱をしていきます。で加熱の仕方は強火そんな必要ないです。ここのメーカーのホールトマトとカットトマト食べて思ったのは、そこまで酸味も強くないですし、むしろ塩が入ってなくて旨味があって美味しかったので、メーカーによって味見はしていただきたいんですけど、ものすごい酸っぱいホールトマトとかカットトマトだったらちょっと強火で酸味を飛ばすというか、酸味を和らげる工程が必要になってくるんですよ。これは必要ないんで、もう中火ぐらいで火を入れていきます。でまずトマト入りました。ちょっとフラットに塩をなじませていきます。プロの人はホールトマトかカットトマトどっちをパスタ料理とかに選ぶかというと、ホールトマトを選びます。でこれは何でホールトマトを選ぶかというと、ホールトマトっていうのはやっぱりこのホールの中に香りとか風味がカットトマトと比べるともう入っているものなので、このホールトマトの崩し加減によって料理の印象も変えることができるので、そういう料理としての幅を持たせるためにホールトマトを使う。そして酸味が、料理のですね深みとか味わいに大事なので、プロの人はホールトマトを使うことが多いです。そしてトマトソースをやっていくときにもう一つ大事なのは、まずはトマトジュースも入っているので、このホールトマト全体の水分がちょっと水っぽいんですね。その表面の水分を飛ばすことによって旨味が凝縮します。表面の水分が飛ぶと粘度が出てきます。でそこまで加熱をしていきます。でまだ今トマトの表面の水分を飛ばして果肉感をしっかり煮詰めているところなんですけど、よくトマトパスタとかですね、トマト料理の、お悩みとしてちょっと味気なかったりとか、酸っぱくて全然美味しくないっていうお話よくあると思うんですけれど、それはもう今このやってる加熱の表面の水分が飛んでないから、やっぱ酸っぱかったりとか味気がないっていう料理になるんですね。なので一番大事なのはこの煮詰めて果肉感を出してあげるっていうことと、あとはホールトマトの場合はそもそも酸っぱいトマトなので、その酸味が嫌だっていう場合はプロの人もそうですけど砂糖を入れて調整します。そうすると旨味と塩味と酸味のところに甘みが入ることによって味わいのバランスが良くなって、酸っぱさが抑えられたバランスのいいトマトソースになるので、老若男女誰が食べても美味しいっていうような万人受けなトマトソースになります。はい、それで今5分ほど炊いていったところなんですけど、明らかにこのソース感、果肉感が出てると思います。ここまで来たらトマトソースの完成です。でホールトマトもこの状態見てください。この果肉感がしっかりあります。で表面の水分が飛んだこういう状態、ここまでいったらトマトのホール感がソースになった証拠です。でこれで火を止めます。はい、それではパスタ茹でていきます。今日はシンプルなトマトソースに相性のいいブロンズダイスの 1.7mm のスパゲッティーニを茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入っています。はい、それで今ソースのベースできてます。でここで初めてエクストラバージンオリーブオイル半々入れます。でオリーブオイル入ったらこのトマトと混ぜ合わせていきます。で今このタイミングで油脂を入れることによってやっぱり美味しいパスタ料理もそうですけど、美味しい料理の条件っていうのはやっぱりうまいこと油が入ってるんですね。でその油が入っていることによって人間がより美味しく感じるっていうものが美味しい料理なので、ここでオリーブオイルの香り風味とこの油脂を加えます。であとはこの状態に
茹で汁の水を入れていくか入れるか入れないか問題。もちろん家で作る場合はですね、このままもうあえて、むしろパスタ茹で上がったやつをこのソース上にかけるだけでもいいと思います。でもレストランで出てくるトマトソースってやっぱり盛り付けた時の一体感とか、こう絡んだ時の凛とした料理っていうのが必要になってくるので、このまま盛っちゃうとオリーブオイルがちょっと分離していったりとかかっこ悪いんですね。なので仕上げの時にちょっと茹で汁を足してソースを伸ばすことによって水が入るとそこで乳化していきます。で乳化していくと盛り付けた時にですね、ソースが分離してない状態なので、よりこうパスタにソースが絡んだ状態になります。はい、それでは仕上げていきます。で最後茹で上げたパスタを加えて、パスタ入れる時もこういう汁気が入ってない場合はですね、ざるで切る必要なくてこのまま入れちゃった方が茹で汁も一緒に入るのでパスタ仕上げやすくなります。あとは混ぜ合わせるだけです。ちょっと今日ソース多いんで、こっちはホールトマトの方でカットトマトも混ぜ合わせて、でトマトソースを和える時はですね、そんなに煽る必要ないですね。これ煽っちゃうとトマトソースって結構跳ねちゃったりするので、もう混ぜるだけで、あとソースの量も多いので、はい、これで茹で汁がちょっと入ったことによって分離してないトマトソースができました。これで盛り付けが入っていきます。はい、これでトマトパスタの完成です。はい、それでは最初はホールトマトからいただきます。いや、普通に美味しいトマトパスタですね。もう味わいは表面の水分がしっかり飛んでいるので、トマトの濃厚な味わいもあって、酸味も結構しっかり飛んでるので、バジルとかですね、チーズとか何も入っていないんですけど、これだけで本当に美味しいです。でカットトマトの方も食べます。うん、皆さんこれ見た目は同じだったと思うんですけど、味わいが全然違うんですね。こっちのホールトマトの方はやっぱ最初も言ってたんですけど、やっぱり酸味がある。でもそれは嫌な水分を飛ばしてるから嫌な酸味ではなく、心地のいい酸味があって、やっぱトマトの風味っていうのはしっかり感じられます。かといってこっちのカットトマトは風味が少なくなってるっていうイメージは全然食べてみてなかったんですけれど、やっぱりこっちのホールトマトみたいな酸味は抑えられていて、まろやかな味わいがカットトマトあったので、ちょっと食べ慣れてない方だったりとか、子供とかに作る時はですね、カットトマトの方がやっぱり理にかなってるのかなという感想ですね。で風味もホールトマトと、カットトマトどっちが強いのかって言ったら、細かいところ言ったらホールトマトの方がトマトの風味は残ってるかもしれないですけど、そこまで違いはないんじゃないかなというのが実際の感想です。あとはパスタ好きの人とか料理好きの方が見たら、今日の動画って結構驚かれたと思うんですけど、オリーブオイルを最初に入れない、最後に入れるとか、やり方逆にしています。なのでトマトソースも本当にシンプルで、バジルもチーズもバターも何も入ってない、トマトの純粋な香りとオリーブオイルしか入ってないソースなので、味気ないんじゃないのかなって思われがちなんですけど、そんなことなくて、パスタ今日茹でた時に、今日はソースがもうトマト、オリーブオイル、塩だけのシンプルだからこそ、パスタもブロンズダイスのザラザラの、よりこう噛んだ時に甘みが感じられる、甘みと風味が感じられるようなパスタを使ったので、これだけでも本当に美味しいです。はい、ごちそうさまです。今日はホールトマト缶とカットトマト缶をシンプルなトマトパスタ比べて作ってみたんですけど、実際
このどっちが美味しいまずいという話ではなく、それぞれに特徴があるっていうことなので、酸味があるパスタを食べたいっていう時はホールトマトで、まろやかなパスタを作りたいという時はカットトマト、使い分けてぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。